今 MMT って話が出たんですけど、この可動域で MMT しっかり測るの難しいかなと思うんですよね。外転位で荷重するってことは内転筋の緊張しやすくなるし、外転筋はどんどん短縮傾向で収縮しなくなってくる。転支部骨折っていうことと、あと手術されてるっていうことで、大転子周辺の滑走不全って非常に多くなってくることが多いなと思ってて、軽くこう寄せてあげるとか、こうターマしてあげて、そのまま一緒にこう股関節を曲げていってあげたら、よし、今回これからまた早速臨床 Tips の方を始めていきたいと思います。今回の症例は大腿骨転支部骨折で ORIF 後の患者さんです。で、今難重していることとしては可動域の改善、下肢の支持性、安定性が低下しているということで悩んでおります。理学的所見と患者情報です。90歳代女性、主訴としては左足が重くて動かすと痛いという方です。で、経緯としては3ヶ月前に転倒し受傷し、翌日から手術を施行し、術後3週間後で回復期に来られて担当しているという方です。で、主に痛みの場所としては大腿筋外側部鼠径部痛で、痛みの時期としては担当時からずっと出ているという方です。どんな時に痛みが出るかというと、股関節屈曲、外転、外旋時に痛みがあって、基本動作の時には痛みはありません。で、 NRS としては安静時0、運動時7、夜間実も0という方です。筋緊張の評価としては大腿直筋、基支部、恥骨筋、大内転筋、外閉鎖筋が緊張が高いという状態です。整形外科的テストはオベールテスト陽性、左が陽性ですね。リハ開始時、術後3週目で多動の可動域は屈曲60度、外転10度、外旋5度で痛みが生じるということです。自動運動としては屈曲30度で痛みがあって、外転外旋は実施ができていないということです。で、現在術後2ヶ月後では多動屈曲90度、外転25度、外旋5度で痛みが出るという状態で、自動運動に関しては屈曲80度、外転10度、外旋5度です。外旋のエンドフィールは骨線に近くて硬く止まるという感覚です。現在の経過としては外旋や内旋筋のリラクゼーションを中心に実施し、可動域は記載した可動域まで改善を認めているということです。で、介入初期から現在まで、中殿筋前部や大腿筋膜長筋は触診上かなり硬くなっている印象を受けているそうです。相談内容としては可動域の可動域拡大に苦戦していますということです。で、左下肢は正中軸の筋活が得られにくい影響か、起立第一層に入る直前に静止立位時に股関節を外転し荷重を避けるような代償動作が見られているということです。で、基本動作は手すりやシルバーカー仕様で見守りで可能ですが、さまざまな環境に対応できるように左下肢の荷重時の安定性の向上、股関節の可動域を拡大を目指していきたいです。アドバイスよろしくお願いいたしますということです。で、検討したい内容ということは、この症例の課題からどのような理学療法を展開していきますかということで、多分主に今回可動域と荷重のどう安定させていくかっていうところがメインかなと思うんですけど、いかがですかね。誰からいきます？ちょっと今回90代っていうちょっとあれなんですけど、一つこれを見て僕もすごい疑問だなって思うのは、この90歳という年齢で手術されて、先生方はどうやってゴール設定して理学療法を進めていくのかなっていうところをちょっとお聞きしたいなと。まず今ゴール設定っていう話があったと思うんですけど、90歳代の女性と、90歳代っていうことで、まずそのゴール設定をどこに置くかで、まず帰る場所が施設なのか自宅なのかでもだいぶ変わってくると思います。で、例えばじゃあ自宅に帰る場合にどの機能が必要なのかっていうのを踏まえた上で、例えばトイレ動作ができないとか、寝室が2階にあるからどうしても階段を使わなきゃいけないとか、そういうこともあると思います。なのでまずその人が何を望んでいるのかで、90歳代だと実際直接本人に話を聞くっていうよりは、やっぱり家族との連携なども必要になってくると思う。あとはケアマネさんとかがいるかっていう確認も必要だと思うので、ちょっといろいろ家族構成だったり家屋のことも含めたリハビリのプログラムをちょっと立てていくっていうのがすごい必要だと思います。確かに今回のこれの所見では、多分個人情報もあるから個人因子とか環境因子はないと思うんですけど、さすがにやっぱり90歳代ってなってくると、やっぱ環境因子やったり個人因子っていうところを意識しながら、あと家族さんじゃなくて本人さんがなんでこけたのかとか、元の ADL とか、そういうのは結構その先生がさっき言ってたところも踏まえて結構重要なポイントに
なってくるのかなっていうのはすごいありますね。なるほど。90代で、僕もそういう高齢者の方によく機能回復させたいと改善させたい家族の予防とかもあると思うのでよく相談を受けるんですけど、一番大事なのはこの90代の方自身が日頃から認知があんまなくて理解していて、だから私はこれをたくさん練習しているっていう理解力も結構大事。なぜならリハビリ以外の時間でもある程度積極的にこの運動だけはやっといてねというセルフケアをいきたいと思うんですね、機能を改善させたい場合は。ってことはその方の認知機能がそういう理解力があるかどうかっていうのも90代だけど結構認知がしっかりしていて理解されている人は結構積極的にやってくれるとか、そういう人の場合はちょっとじゃあ運動療法で頑張ってみようかとかっていうふうな一つの視野を私はよく設けていて、リハビリ以外の時間でもこの人は積極的に運動できるかどうかっていうキャラクターの面もよく見たりして介入をするようにしていますので、もしその相談の一つとして日頃確かに日中は全然動かない人なんだなとかっていう場合は積極的な運動療法というよりは環境面の視野を入れてゴールをどうするかとかっていうような視点でアプローチしてもいいんじゃないかなと、ちょっと相談を受けてまず最初に思いました。確かに患者さん見てて思うんですけど、やっぱモチベーションある人とない人でやっぱりその変わってくるかなと思うんで、その辺もうまく踏まえながら、若林先生が今回ちょっと聞きたかったところを踏まえて、若林先生多分あんまりこういう症例を見たことないと思うんですけど、多分どうしてもやっぱ皆さんそういう動いてない人のところのそういうところは多分視聴者の方々は多分たくさん見てるかなと思うんで、よりその機能面に特化して股関節の可動域をどう改善させていくかとか、下肢の支持性をどう高めていったらいいのかって、90歳だからちょっと厳しいところもあるかもしれないですけど、それにちょっと今回また検討をしていくような感じでいいですかね。はい、行きましょうか。お願いします。はい。で今回でもあれなんですね、痛みが運動術だけなんですね。だからこれ考えたら若林先生あれじゃないですか、手術後のその痛みっぽいなって感じじゃないなっていうの思わないですか？そうですね。僕だったら、まずこの股関節の屈曲可動域については、だんだん良くなってるっていうことなんですけど、転支部骨折っていうことと、あと手術されてるっていうことで考えるとやっぱ大転子周辺の滑走不全って非常に多くなってくることが多いなと思ってて、で実際にこれ触診上中殿筋前部線維や、大腿筋膜張筋は触診上かなり硬くなっている印象を受けていると。で実際にここをまた、柔らかくして、方法何でもいいと思うんですけど、都市的な操作だったり自動介助運動などで柔らかくした後に股関節の屈曲角度が改善していれば、おそらくこの外側の硬さっていうのが問題になってくると思うので、まずそこを狙ってアプローチしていきます。あと支持性についてなんですけど、ちょっと MMT の記載がなかったのでちょっと何とも言いづらいんですけど、例えば MMT の外転の筋力などを計測して、で実際にその支持性っていうのが筋力の問題なのか、体が観測に傾くデュシェンの歩行なんかは股関節の内転可動域制限があれば、筋力の低下の有無にかかわらずもうそういうふうに歩行が伴うというふうにも言われているので、実際に可動域と筋力が立維持のその支持性にどう関わっているのかっていうのは僕だったら評価します。はい、ありがとうございます。確かにすごい大事な視点で、この先相馬先生も言っててくれたみたいに大腿骨転支部骨折で注意しないといけないのって、エヴァンス分類っていう分類があって、その中で小天子がやっぱり折れてるっていうところで、腸腰筋の機能がやっぱり効きにくいっていう人なのかそうじゃないのかって、まずここで骨折っていう病態を理解していくときに、そういうところでまず機能できるのかできないのかっていうのもすごい大事だし、今回術式のことは多分個人情報の関係多分抜けてたと思うんですけど、実際どういう術式で後方アプローチなのかっていうところで、見ていくとその大腿筋膜張筋中殿筋とか膝伸展の機能がやっぱりなかなか出ない人って結構多いと思うんですよね。それって大天子の裏側から外側後筋ついてるんで、そこで結構膝の伸展とかもやっぱり大腿骨転支部骨折とかって結構機能的に落ちやすいっていうのがあるんで、そういう手術の影響によって今そういうの起きてるなと思って、まずその今ので狙いが多分見えてきたと思うんで、そういうのをちょっと今ねオベールテストとかそういう今の制限っていうところとすごいリンクしてくるかなと思うんで、自分だと相馬先生の意見聞いて、プラスアルファそういうところを見ていくっていうのがいいかなと思いました。ありがとうございます。シンプルな疑問なんですけど、可動域だいぶ少ないじゃないですか。で今 MMT って話が出たんですけど、多分この可動域で MMT しっかり測るの難しいかなと思うんですよね。で多分
体幹もまっすぐじゃないですだろうし、何かどっか基準にして筋力見ていかないといけないと思うんですけど、そういう場合になんか基準にするものを先生方は。確かにこの年齢だったら認知とかもあってなかなか MMT できないとか、結構僕も急性期で働いた時にやっぱ患者さんのその口頭指示が通らないっていうことがやっぱりあるので、結構僕は動き中心で見たりとか、徒手誘導、自分の徒手で誘導してその場で変わるかとかを結構基準してる。ゲミ先生もあります？もうおっしゃる通りで、MMT で測りづらいじゃん。ただ伸ばしてとか、はい、蹴ってっていうところはできたりするから、その時の出力感じて、例えば制限と思っているものを、傷口をこう保護するように圧迫して出力が上がるかどうかっていうのを見て、上がるんだったらその傷口軟部組織を周辺をアプローチしてどうなるかっていうのを見ていくとかっていうので、個々に見ていくというよりは粗大筋力として見ていってあげる。なので立ち上がった時収縮入んないなって感じだったら、そこ入んないものはどうやって入るかを誘導して、ここで入るんだっていうのが分かっちゃえば、そこが治療の対象になっちゃうので、ということを見た時に筋組織が硬いところはもう分かっていると、向井先生がおっしゃってたように、やっぱり小天使ら辺がこう術後の経過としてこう結構飛んでるから、あんまり収縮促せないという時期もあるから、どういった骨折でどういった付け方をしているのか。なので外旋で骨折に近い止まる感じっていうのは、もしかしたら術後の止め方でちょっと影響しているのかもしれないし、いろんなことを考えていく中で、じゃあ我々ができることは何かって考えたら、軟部組織をある程度操作して出力が上がるかどうかとか、この先生を見ていた中でちょっとずつ上がってきてはいると思うんですね。なのでそういった可動域を上げていく中でどうやってすればいいかといったら、もともとの骨折の病態とか、あと筋力ですね、その時に私の場合は粗大筋力で口頭指示で、本人が入りやすい環境を作ってあげて、じゃあこれ覚えておいてねって言いながらちょっと動かしてあげて、出力が上がりやすくなっていればその治療をしていくっていうふうにやってます。こういう難しい症例だからこそ、多分質的な評価が結構大事になってくるのかなって今思いました。ありがとうございます。患者さん結構こういう人で拒否してなかなかリハビリ行けないんでどうしたらいいんですかってやっぱり後輩とかに相談を受ける時あるんですけど、逆にその問題点、痛いところの原因とか、例えばこの皮膚が今回皮膚とか表層組織が硬くなってて、例えばつまんで楽になるんだったら、患者さんとそのトイレとか行くとか、そういうとこでも行った時にもトイレ行って立ち座りする、痛いから嫌だって言われたら、患者さんの介助の時、例えばこの外側の皮膚痛いところをこうつまんであげて、でこう立たしてあげたりとか、車椅子以上の時もそこだけつまんであげて異常やったら、痛くなかった患者さんもどんどんそうやって積極的にモチベーションもやっぱ上がってくるし、やっぱり知らない環境の中でそういうでなってたら嫌がるんで、だから自分はそういう理学療法士としての関わり方より機能面をやりながら、患者さんのまずやりたいことをどんどんしていくっていう感じで展開はしてたかなっていうのは結構大きいですね、転脂肪骨折の場合だったら。なるほど。その過程の中で多分荷重がかけられないのが多分一番、可動域の苦戦と、やっぱ正中軸で荷重かけられないって外転位になっちゃうっていうことが書いてあったので、だから外転位で荷重するってことは内転筋の緊張はしやすくなるし、外転筋はどんどん短縮傾向で収縮しなくなってくるっていうのがなった時に、じゃあ正中軸にどうやって荷重かけられるかっていうので、難易度を下げていろいろやっていった方がいいと思います。例えば平行棒で立たせる歩かせるって言っても、そのいろんな難易度があるから。なのでもっと積極的に、例えば私の場合はよく平行棒を引くことで体幹のこの回線を出させながら、この荷重軸どうなるかとかっていうのを見たりするんだけど、そういったいろんな難易度で本人がしやすいとか動きやすい環境で、じゃあ収縮入るかなって触りながら、あとは触って収縮入るかを確認するとかっていう中で、この方にとって90代のこの方にとって入りやすい環境、難易度を下げながら最初はどんどん荷重練習を促していった方がいいんじゃないかなと思ってます。で、可動域の拡大というよりは拡大してきているので、あとは筋収縮がちょっとずつ入るかどうかっていうのが僕の中では次見ていく視点なのかなって個人的には思いました。活動量がこう上がってきた時に骨の転移をしないかとかもちょっとレントゲンも PT もちょっと気にしていきながらと、理学的所見の痛みがどうかっていうところも多分見ていかないといけないポイントにはなるかなと思うんで、そこであと本当に玄明先生言ってたように支持性をどう高めていくかっていうところを考えていって、玄明先生この方パッと見てて、なんか僕表層組織のその皮膚筋膜とその術層部のところの滑走をもう少し皮膚ちょっとつまんであげたらなんかうまくいきそうだなっていうとか思うんですけど、思うね。まずはそこを緩めて、本当に緩めつつ実際に動作場面でこう圧迫じゃないけど保護してあげるようにして動かすと意外と収縮入ってきちゃうこともあるから、そういうのを一回試してみるのもいいかもね。なんか結構多いよね。
熊谷先生の著書の中でもその平行棒内でそうつまんで見客立位するって僕それをちょっと見たことあって勉強会で聞いてこれすげえ参考になるなと思ってずっとそこからそういうことをやってて多い病態ってやっぱ知っとくの大事じゃないですか。やっぱその手術の切ったところとやっぱそういうところまず知った上で違ったらまた違うことをこうやっていくっていう方がいいかなとは思うんですけど結構そういうところが多いんじゃないかなと今聞いてて、思いましたね。今すごい勉強になるなと思ったのはゲーム先生の手すり引くっていうのもアドバカイ先生のトイレ介助でちょっと楽な状況をしっかりこうやったら楽っていうのを患者さんに分からせてあげてリハにつなげやすくするっていうのはこういうお話いただく機会があるとすごい勉強になります。ありがとうございます。ちょっと今日お三方のお話を聞いて皮膚の活動性だったり都市操作で一体我々 PT がどんなことができるのかっていうのはちょっとあまりイメージがちょっと術後の患者さんとあまりつかないので実技で教えていただいてもよろしいでしょうか。本当に皮膚ってなるよね。皮膚とか筋膜こうやってやったら良くなるんだよって言ってでも多分ねカツンと止まってるんだからそんなわけねえだろうって多分思うのが普通だと思うんでちょっとやってみましょうか。じゃあ若林先生いいですか。はい。結構大腿骨の天使部骨折の方ってこの大天使の周辺のところに傷がこうあるんですけどでこの傷のところをもう軽くこう寄せてあげる。こっちからこう寄せても全然傷口がこうあってそれに対してこっちに寄せるっていうのでもいいし逆にこう持ち上げるっていう方法でもいいんだけどこうやって持ち上げてあげてちょっと抱えていい？ごめん。でこういいよ乗せていいよ肩。でここでもう軽くこう寄せてあげるとかこうたわましてあげてそのまま一緒にこう股関節を曲げていってあげたらストーンとこう可動域が増えたりするとこれで皮膚の影響だなっていうのを言えるんでもう本当にこういう形でゆっくり患者さんにも動かしていってもらえれば自動を動かすことでこのゆとりを作ってるからよりこれで皮膚の活動性とか筋膜の活動性が出てくるんでゆっくりこうやってどんどんつまみながらやってあげたりっていうのをしていってもいいし逆にもう初めにこのところでこう優しくこう天明先生が前首の時にやってた筋膜のようにこう傷口の周辺をやっていくっていうのもいいかなと思うんで、こういう形でやっていくと可動域も本当に増えてくるっていうのが結構多くてで実際この臨床的に股関節の屈曲可動域しか今回は書いてないんだけど結構天使部骨折の人って膝の可動域制限もこうやると出てることが結構あって外側組織が影響している場合は外転に持ってってあげてこうやったら外側抗筋が緩むからこうやって可動域がスッて増えたら外側組織が影響してるなっていうのが分かった状態でもう一回同じ位置でこの位置で皮膚にたわみを作って曲げてあげる。でこれで楽ですって言われたり可動域いくなと思ったらこれが外側組織の影響だったなっていうのも言えるんでこういう感じで実際やっていくっていう感じです。この受けた感じ先生もよく言ってることが指先だけじゃなくて指全体で指の腹しっかり使って持ち上げてる。立ち上がりの時とかも本当にもう横からこうこけたら危ないここ後ろとか持ってあげてこうつまみながら立ってもらっていいっつってこう立ってあげたりとかしてこう軽くと主的に解除した状態でやってあげたりとかで車椅子移動する時もちょっと後方こう持つ時あると思うんだけどこっちで逆にこう皮膚でたわました状態で移動させてあげるとか車椅子を移動してあげるっていうんだったらこれも応用動作になってくるからやっぱ病態が分かったりその痛いところとか可動域制限が分かったらこうやってどんどん展開もできるからそこが変わるからそういう解除をして移動をやっていこうとかそういうのに応用的にやっていくっていう感じになります。で結構やっぱりその病態とかその術後のことって結構僕も急性期で働いた時全然やっぱり分かんなかった結構どうしたらいいのかなと思った時に結構松本先生のこれ今上肢と上肢編なんですけど下肢編の中にその手術のこととか病態のこととかどういうところを切ってるかっていうの載ってるんでこういうとことか見ていただいたりとかあと熊谷先生の著書の中にもその天使部骨折の病態とかのことが詳しく書いてるんでなんかこういう人とかを使いながら参考にしてもらったらいいんじゃないかなと思うんですけどそんな感じでよろしいですか。これからもこの番組では僕たちが学んできたことや園部先生に指導してもらったことをどんどんアウトプットしていきたいと思いますのでチャンネル登録高評価通知設定と LINE の登録で応援よろしくお願いします。